慌てるな慌てるな。よし来た。じゃあ山本君、試合お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱ一番、今回大会でね、やっぱ印象深かったのはもうジャークの215、はいまずね1本目、191、これに設定した、理由とか。当初185キロでスタートを申告してて、でその競ってる選手、田中太郎選手が180を1本目成功させたので、次190に置いてたので、僕が191からスタートすれば、スナッチでも1キロリードしてたんで、試合の進行上優位に運べるかなと思ってそこの重量をセットしたんですけど、でその後田中太郎選手が200キロに重量変更したんで、もうそれはきりないんで変更してたら、なんでそれを1本目挟むって感じで、そこからもうかぶせていこうみたいな。はい、山本君のベストが、公式ベスト208なんだけど、191の後に211と、そのいきなり自己新。191キロ1本で優勝が決定したので、もうその時点でもう211しかないなっていうのと、それまでやってきたトレーニングからすると多分211は確実に取れるなっていうところで選択したんですけど、やっぱりその環境寒かったり会場が寒かったりとか、あと20キロ増加なんで、さすがにそこの部分で最後の指示まで持っていくことができなかったんですけど、211、正直その20キロ増加で、過去の自分、僕からしたら、正直ありえない、20キロ増加のプラス自己新みたいな、事前の練習で、どんなところを自信つけて、そこに選択に至ったかっていう。力は十分についてるのはもう確信してたんで、もう試合に臨むまでは高重量を触るんじゃなくて、80から90のところで安定して取れるように、そういった、セットの組み方であったり、そういうのを心がけて試合に臨みました。昔の山本選手だと、やっぱちょっと刺した後にくるくる回るじゃないですか。あの辺がちょっとやっぱ抑えられてて、すごい安定感増したと思うんだけど、なんか特別そういうテクニック的なのは。テクニックっていうよりも、そのプレスをあまりしないので、僕は他の選手と比べてしないっていうよりもほぼほぼしない。なのでそのしない分、ジャークの指示、パワーラック高い位置にセットしてバーベルをで250とか、そういうのを試合に臨む1ヶ月前ぐらいから2日に1回ぐらいトレーニングに取り入れていました。でそれでちょっと克服できてきてるっていうところ。そうですね、そこに関しては結構自信を持って試合には臨みました。211、とりあえず失敗してしまったけど、215に上げた理由っていうのも。211をやった時点で結構クリーンも動きが良かったので、あと差しも、失敗はしてるものの、次もう1本211やったらできるな、だったらもうちょっと上の記録やりたいなと思って、当初215を目標にしてたので、もうその重量一択しかないなと思ってで選択しました。ちょっとやっぱ優勝を決めた、心の余裕とかも、ちょっと冒険してもいいかなみたいな。なんか僕の中で失敗した重量をもう一回いくっていうよりも、結構最後の指示するところまで持っていけてたので、それをもう一回するっていうよりも、なんかもう少し挑戦したいなっていう気持ちの方が強くて、クリーンに関してめちゃくちゃ、やっぱ毎回軽く見えるんだけど、僕がやってた時ってクリーンってデッドリフトがめちゃくちゃギリギリなの、そこからちょっと膝の角度ももう伸びちゃってからまたちょっと当てて潜るみたいな、クリーンにならざるを得なかったんだけど、俺の場合は。クリーンの場合に関して、またスナッチとクリーンじゃ状態の使い方がまた違うかなと思ってて、クリーンは結構背中の力
が入ってくるのかなっていうのがあるので、膝超えた瞬間からはできるだけ背中で引っ張ってくる。背中でいっぱい、はい、で一緒に腕もついてくるんで、なんで動画をスローで再生すると結構腕で引っ張ってきてるように見えるんですけど、実際は背中が一番最初に動き始めて、で補助的に腕がついてくるっていうイメージなので足もフルに稼働はしてるんですけど、それと一緒に連動して背中も動いてるっていう。なので本当に全体的に引っ張ってくるっていうイメージが僕の中では強いです。を使うことが多いと、はい、膝から上、215成功して、正直世界との、差も、かなりこう縮まったと思うんだよね。で山本君も手応えあるだろうし、はい、で215まで来たら、ちょっと次はどこかなってね、やっぱ視聴者が期待するんだよね。そうですね、次だと、20とか切りよく20とかこう目標にしたいんですけど、でもこう赤青ってきたんで、次そこを青じゃなくて赤入れたいなって。そしたら225だからそこはやりたいです。いつぐらいにやりたいですか？それはもう東京オリンピックに間に合うようにやりたいですね。いや、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。